はい、こんにちは。こんにちは。本日はスカジャンです。スカジャンといえばこの方、スカジャン研究家でテーラー東洋企画統括の松山さん、よろしくお願いします。松山です。よろしくお願いします。今日ははい。どんなスカジャンを紹介していただけるんでしょこちらになります。う。これはまた今まで見たことのないタイプがはい。出てきましたが、はい。東洋エンタープライズ60周年で、60周年、はい、また特別珍しいものっていうのを復刻させようと思って、今回こちらを復刻させました。これなんかはい。普段見てるものとは全然違う雰囲気だぞっていうのは分かるんですけど、はいはい、何がどう違うのかがこれがよく分からない。はい。よく見てもらうとですね、はい、周りにこうエアブラシ、ステンシルでエアブラシが吹かれてるんですよね。刺繍の虎の顔がまずありますよね。はいはい。この周り、はい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 。こうもやっとこうすごいグラデーションになってますよね。そうなんですよね。これはエアブラシで吹いてるんですか。はい。はは。実はですね、土産物で、米兵の土産物で、はいはい、クッションカバーなどにはよく使われている技法なんですよ。あ、このエアブラシの技法がですか。はい。へえ。ただスカジャンはめちゃくちゃ珍しくて。そうですよね。はい。ちょっとですね、こちらに今ヴィンテージがあるので、ちょっと見てもらっていいですか。はい。はい、こちら、50年代中、1950年代中期の、当時米兵が買っていったお土産物で、アメリカで見つかったヴィンテージのクッションカバーになります。これもスカジャンみたいにこう、なんていうんですか、別鎮で作ってたんですね。そうです。で、刺繍が施されてるんですけど、全部刺繍。これは刺繍のみのパターンですね。で、次見ていただきたいこちら、こちらはそのステンシルやあとエアブラシとかペイントのみですね。これはなんか何でどう表現してるのか分かんなかったんですけど、これもステンシルだったり、そういうこういうとこ見ると確かにステンシルっぽいですね。桜の花びらが。そうですね。で、これ今ジャパンって日本土産として入ってるんですよね。で、次に見ていただきたいのはこちらです。こちらはその刺繍とあとそのエアブラシによるステンシルが施されているものですね。虎が刺繍されてて、このグリーンの部分がエアブラシってことですかね。そうですね。ブルーというかグリーンというか、ブルーグリーンみたいな。そうなんですよね。すごい豪華じゃないですか。いや、これはすごい。確かにこれとこれを見てスカジャンを見ると、こういうことなんだってあったんですね。こういう技法が。そうなんですよね。初めて知りました。勉強になります。で、クッションカバーではよく見受けられるものなんですが、スカジャンではめちゃくちゃ珍しくて、私も2度しか見たことないんですよね。あ、そうですか。で、一つはもうちょっとこうなんかシンプルすぎるというか、エアブラシの存在感が薄かったんですけど、もう一着コレクターが持ってるのがあって、それがこういうタイプだったんですよね。大きい刺繍とエアブラシの組み合わせ。刺繍があって、周り全体的にこうぎっちりこうエアブラシでステンシルが施されているものなんですよね。グラデーションに見えるし、奥行きが出る感じしますよね。そうなんですよね。なんかちょっとこう妖艶な感じがしませんか。すごい豪華な感じに見えますね。これ。そうなんですよね。今回その東洋60周年でその高賞のスペシャルエディションの一つですね。こちらも本当に特別なものになるんですけども、やっぱりこう刺繍自体も本当にすごいんですよ。この虎のタイガーヘッドと呼んだらいいんですか。タイガーヘッドが大きくて、これ背中にドンってあるのはすごい迫力ですね。そうなんですよね。しかも今回白虎なんですよね。この白いタイガーヘッドがですね、黒い別鎮、あとこのブルーグリーンのエアブラシ、ステンシルですね、にすごい映えますし、しかもこの赤い口だったりとか、このピンク色のこの目、一応これ色が違うんですよね。色々が微妙に違う色使ってるんですね。そうなんです。あとこの牙もすごい鋭い牙で、その金色がこう経年変化した色ですね。退色した色、これも一応ヴィンテージ表現してます。あとこの刺繍をたてがみ、すごいことになってますね。これ。このたてがみはこれ本当にもう職人泣かせのたてがみですよね。本当上手な人しかできない一本一本のこの流れですね。これがもう本当にもう完璧なんですよ。素晴らしいですね。いっぱいこう刺繍はされてるんですけど、一本たりとも無駄にはしてないという、全てに意味がある角度なんですよね。
あと表を見てもらっていいですかね。はい、はい、前が、はい、今私が実は着てるものなんですけど、そうですね、はい、はい、こちらも同じくステンシルエアブラシが吹かれてるんですよね。これエアブラシだけあって、やっぱり微妙にこれエアブラシ違いますよね、雰囲気、大きさ幅とかが。そうですね、やはりこちら手作業でやっておりますので、一個一個個体差やっぱ出ちゃいますね。そういうことですよね。でもそれも味だと思うんですよね。これ年代でいうと1950年代中期ですね。50年代中期、もうその頃に日本にはエアブラシっていう技法は入ってきてたんですか？もちろんです。昭和初期に日本に入ってきたみたいですね。昭和初期、じゃあ戦前からそうですそうです。あったんですか、エアブラシは。そうなんですよ。やっぱり個体差が出ちゃう以上、やっぱり技術がやっぱ必要ですよね。ステンシルに関しても先日も紹介させていただいた、ブロケードだったりとか、あとハンドプリントもそうですけど、当時米兵に買ってもらおうと思って、いろんなバリエーションっていうのをいろいろ作ってはいるんですけども、本当にこちらのステンシルのものは本当に珍しいです。おそらくそういう古着屋さんのオーナーさんとか、ヴィンテージずっと探している方とかでも、見たことない人いくらでもいると思いますよ。それぐらい珍しいですね。そうなんですね。実際ヴィンテージであっても非売品にするでしょうね。売らない。オーナーさんがもう代で隠し持っちゃって、それぐらいの代物だと思います。はい。とってもレアなスカジャンだということは本当伝わってきたんですけれども。でもやっぱり裏側がちらっと覗いてるんで気になりますよね。そっち側も気になってしまいます。じゃあいつものごとくお願いします。はい。ちょっとすいません、またじゃあお願いします。はい。じゃあ裏返しちゃいますよ。こっちも緑なんですね。そうなんです。はい。こちらですね。はい。和紙です。今回中綿入りでキルティングステッチが施されています。はい。はい。こちらですね、なんといってもこの枝ぶりなんですよ。この和紙ではなく、この枝ぶりが実は主役なんですよね。そうきますか。はいはい。松ですよね。松です。はい。このうねりといいますか、枝ぶりとしか表現できないんですけど、素晴らしいんですよ。はい。これはもう当時のヴィンテージがそのまま再現されてるわけですよね。そういうことです。この枝ぶりも。はい。でしかもこの松の刺繍の色糸を見てもらいたいんですけど、この部分、要は幹の部分があって、そこから枝が出てるじゃないですか。そこを2種類の色糸を使って表現してるんですよ。これは私が思うに、光が当たって反射して少し色が薄くなってる枝と、ハイライトの部分と、奥の部分が濃い色影になってる部分ですね。って表現してると思うんですよね。すごくないですか？そんな枝一つ、松の木一つで使い分けるんですね、光と影を。そうなんですよ。でやはり和紙はこちら和紙なんですけど、程よくデフォルメされていて、すごいちょっと可愛らしいんですよね。なんか縞と言っていいのか、模様もそうだし、羽の模様もそうだし、なんかすごく細かい刺繍ですね。これそうですね。茶色のグラデーションで表現されてるんですけど、ただデフォルメされてるんですが、やはりこの目だけは鋭いんですよね。あと注目していただきたいのが、このくちばし、あとこの足といいますか、そうですね。黒い色糸を使ってるんですよ。これ珍しいかもしれないですね。そうなんですよね。普通黄色とかそういうのが多いですもんね、くちばしなんかは。そうなんですよ。だからそれはもうそれだけでもこちら特別感があるんですけどね。ギュッと茶色のグラデーションが締まりますね。これによって。そうなんです。あとこちらもこのグリーンと袖下の黒、逆配色なんですよね。ただこちらのそのグリーンと黒っていう配色もすごいヴィンテージの珍しい配色なんですよ。あと胸の方を見ていただいていいですか？こちらですね。これまたすごいですね、胸の。こちら竜なんですけど、ブルードラゴンなんですよね。でブルードラゴンで、全身が描かれてるんですよ。こちら尻尾が見えますよね。すごい縦長ですもんね。ぐるぐる回って尻尾まで行ってて、でもう一度背中戻ってもらっていいですか？こちらのジャパンの文字、あとこの松の葉の根元というんですか、根元の部分ですね。でこのピンク色のこの炎、すごいバランスが取れてる配色なんですよ。
東洋エンタープライズ60周年という節目の年だけあって、こういろんな珍しいもの、特別なものが出てきますね。そうですね。もう60周年のために、結構もういろいろこう考えて、どれを出そうかって考えてやっと作ったものばっかりですね。もうじゃあ、ずっと前からここを目指してたものはあったんですね。そうなんですよ。そうなんですね。いや、今回のこのエアブラシ、僕も初めて見たものですから、こういうものがまだ出てくるんだっていうことが驚きなんですよね。やはり画面の中で見てても分かりにくいと思うんですよ。確かにね、これ直に見てもらいたい。そうです。実際手に取って、このグラデーションっていうんですか、このフェードの仕方とか、本当に手に取って見てもらいたいので、ぜひぜひ店頭で見ていただきたいですね。そうですね。はい、私からもお願いしたいです。それは。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。